こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は岩手県三陸鉄道に乗車する模様をお届けしたいと思います。やってきたのは三陸鉄道北野起点駅久慈駅になります。青森県の東の海岸から少し入ったところ、こちらが久慈となりまして、大船渡市の盛駅までを結ぶ路線となります。青森方面からやってくる JR 八戸線との接続駅久慈駅から終点の盛までは163キロの路線となっておりまして、リアス式海岸と呼ばれる三陸の沿岸を走る路線となります。途中に中核的な町として山田線との接続駅宮古駅や鉄の町として有名な釜石駅を経由いたします。最終の盛では JR の大船渡線と接続していたんですが、これは東日本大震災の後 BRT と呼ばれる専用の道路を走るバス路線へと変更されております。ただし気仙沼から先は今も鉄道が走っております。さて乗りますのはプレミアムランチ列車というヘッドマークをつけた列車となりますが、この時は列車の数が足りなかったのか、普通列車としての運用でした。この車両は冬になりますとこたつ列車ということで運用しているようで、足元が掘りごたつのような仕様となっております。またテーブルが広いので、こういったランチ列車にも採用されているようです。2両編成のもう1両はこのような形で、こっちはちょっとテーブルが狭い感じがいたしますが、ランチがいただける仕様のようでございます。さて列車は出発しまして、こちらは一つ目の駅陸中宇部という駅になります。ちなみに陸中というのは今の岩手県に代わる昔の国の名前となります。さてこの付近は海岸線の近くを走っているはずなんですが、東日本大震災の後にはこのような高い堤防が建てられたため、車窓から海が見えることはなくなりました。こちらは白井海岸という駅ですが、この辺りをマップで見る限り海岸線がかなり広がっているんですが、残念ながら標高が少し高いところにならないと海は見えないようでございます。この路線はトンネルが多く、湿度の多い日などはトンネル内で窓の外が曇るという現象が発生しますが、トンネルを出てしばらくしますとこのようにクリアとなっていきます。まだ三陸鉄道では一つ一つの駅に愛称が付けられておりまして、ここ沢根駅は神楽の里という愛称で、近くでマタギ料理なども食べれるようでございます。さて私は一人でしたので座る席がなく、車両と車両の間のこのスペースで1時間ほど過ごした後、宮古駅に到着。この日は宮古で一泊いたしまして、翌日は朝から駅前からバスに乗りまして、およそ20分ほどこの宮古付近で最も有名な景勝地浄土ヶ浜にやってまいりました。その昔偉いお坊様がこの地形を見て、まるで極楽浄土のようだというふうに言われたことから名付けられたようです。この日はよく晴れて、まさに行楽日和といった感じで、海の水も透明度が高く、底の方まで見える水質を保っており、まさに極楽浄土という感じでございました。
ここには歩きやすい整備された遊歩道がありまして、その横には断崖絶壁と言っていいような岩山となります。この岩山が花崗岩でできてるんですが、海の中を通りまして向こうの島までが同じような成分でして、古代においてこれが隆起して現在の形になっているようです。風の強い日などに波が乗り越えてくるたびに土地が侵食されて、いずれは切り離されて一つの島となるようです。さて、ここ浄土ヶ浜には外洋を巡る遊覧船などもありますが、今回は小舟で行きます。青の洞窟に行ってみたいと思います。所要時間は約20分、料金は1人当たり1500円となります。こちらはウミネコの赤ちゃん。茶色い色をしておりますが、大人のウミネコはこのような白い体毛に変わるようです。ということで、浄土ヶ浜と青い洞窟のご紹介でした。さて、宮古駅に戻ってきまして、今度は宮古から南の終点になります盛まで乗車していきます。乗る列車は三陸鉄道ではオーソドックスなタイプのこちらの車両となります。昨日は結構お客さんがいたんですが、この日はガラガラでございまして、車内には長距離移動のため自動販売機やトイレもございます。ちなみに宮古から盛までは距離にして90キロ、所要時間は2時間ちょっととなります。列車もおそらくかなり古い車両で、もう 4,50 年は経ってるのかと思われます。この位置にはおそらく灰皿があったのではなかろうかと思われます。またこのように窓も開けることができます。相変わらず堤防がずっと続いておりまして、なかなか本来の海岸線を車窓から眺めるのは無理のようでございます。
駅に停車しましたが、ホームがあるのは前の1両だけとなっておりまして、2両目からは乗り降りすることができない構造となっております。こちらは比較的大きな駅、陸中山田駅になりまして、JR 山田線は宮古を経由してこの山田を通って釜石までの路線でしたが、今では三陸鉄道に変わったため、JR 山田線は山田駅を通らない山田線となったということでございます。三陸鉄道は単線ですので、ところどころこのような交換すれ違いが行われます。陸中山田から少し進みまして、クジラと海の科学館を越えますと、岩手船越駅に到着いたします。この駅は本州では最も東にあります最東端の駅となりまして、地図で見てみますとこういうような感じで微妙ですが、一番東にある駅となるようです。さて、列車が高いところを通るときだけこのように久しぶりにですが海が見えます。我々車窓を見たい派からすればこういった景色が続いてほしいものでございます。また意外と海岸から離れて走る場合も多くて、このような山間部が中心となります。今の状況では使う必要がなさそうですが、こちらがつり革となっておりまして、独特な形をしております。前方に見えておりますのはラグビー場の屋根となっておりまして、鵜の住まい復興ラグビー場となります。こちらは少し前に開催されたラグビーワールドカップ日本大会の開催地にも選ばれたところで、この釜石市は過去に新日鉄釜石が全国優勝を連続で成し遂げたこともありまして、ラグビーの盛んなところとなっております。駅の愛称や待合室はトライステーションと名付けられております。では間もなく釜石駅に到着するところですが、この釜石の車両区には未だに転車台など古い設備も残っているようです。見えてる車両はキハ110系の車両で、ここ釜石から東北本線は花巻までを結ぶ釜石線の車両となります。釜石を出ましてすぐに鉄橋がありますが、この橋が渡らずの橋のような感じで、一旦川を渡っておきながらまた戻るという奇妙な形をしております。多少距離があって長いので途中を編集でカットしておりますが、おそらく線路敷設の時に土地の収容がうまくできなかったものだろうと思われます。
列車は小石浜駅に到着です。この駅は恋人たちの聖地ということになっておりまして、ホタテ貝の貝殻に恋愛に関する願い事を書きまして、絵馬のように駅舎に吊るすということをやっているようです。駅名板も特別なものを使用されておりまして、愛の磯部という駅の愛称がついているようです。ということで終点の盛駅に到着です。ここからは JR の路線大船渡線が接続しておりましたが、これが東日本大震災の津波により復旧不可能と判断された結果、 BRT という専用の道路を走るバス路線へと転換されました。その関係でここには線路があったんですが、これが撤去されまして、以前はこの跨線橋を利用して駅舎の方に行ってたんですが、もうその必要がないので、この跨線橋は使えるんですが、使う人はほとんどいません。向こうの横断歩道を渡るという形になっております。ということで次回は BRT に乗車してみたいと思います。ではこの動画はこれまで。ご視聴ありがとうございました。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。